か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて、この放送が12月22日ということで、間もなくクリスマスですよね。で、今回はちょっとね、テーマから逸脱するんですけれども、クリスマスが近いということで、クリスマスソングをお届けしたいと思います。韓国のアーティストもそれぞれいろんなクリスマスソングを発表しているんですが、私にとってクリスマスといえばこの曲というのがボアさんのメリクリなんですよね。この曲は日本でも大ヒットした曲なのでご存知の方も多いと思います。私にとってももう普通に青春の思い出の一曲なんですけれども、この曲は2004年12月に日本と韓国で同時発売されているんですね。なので日本語と韓国語それぞれの歌詞があります。今回は韓国語バージョンの方をカバーするんですけれども、日本と韓国で歌詞の内容が少しずつ違うんですよね。なので今回は日本でもよく知られている曲メリクリの韓国語バージョンではどんな内容が歌われているのかを中心に歌詞の比較をしていくという企画でございます。まず日本語の歌詞はカン・ジンファさんが作詞されていて、韓国語の歌詞はなんとボアさんご本人が作詞されています。私はカン・ジンファさんも大好きな作詞家の一人で、本当に時代によくあった素敵な歌詞をたくさん書かれている方なんですよね。代表的なところだと高橋真理子さんの桃色吐息、岩崎宏美さんのタッチ、郷ひろみさんのゴールドフィンガー99でしたかねとかね、こういった有名曲の作詞をされております。ちなみにボアさんのバレンチという曲もカン・ジンファさんの作詞なんですね。タイトなジーンズにねじ込むっていうフレーズが非常に印象的な曲なんですけれども、本当に言葉の使い方が神がかっていると思う作詞家の一人でございます。このメリクリという曲を発表した当時、ボアさんは10代だったんですよね。カン・ジンファさんの日本語の歌詞は10代らしい恋愛の風景が綴られていて、一方のボアさんご本人が作詞した韓国語の歌詞はもう少し大人っぽいというか、付き合っていく中で彼を思う純粋な温かい気持ちが綴られております。で、これね、どちらもとてもいい歌詞なんですよね。日本語と韓国語で歌詞の内容が微妙に違いながらも、歌としての方向性は同じで、どちらも彼を思う温かい気持ちが歌われているという点もね、これ素敵な曲だと思います。日本語と韓国語両方の言語ができるボアさんだからこそ歌える、表現できる曲だと思いますね。そんなわけで今回はメリクリの歌詞の1番の部分を日本語と韓国語で比較していきたいと思います。では早速日本語の歌詞の A メロ部分ですね。二人の距離がすごく縮まった気持ちがした。自然に腕が組めて冷えた空見上げた時に、というね言葉から始まりますよね。では一方、韓国語の歌詞がどのような内容かということを紹介しますと、사랑하는 사람을 만난 날、愛する人に出会った日、내겐 더 없는 행복이 온 거죠。私にはこれ以上ない幸せが来たよ。자연스레 많은 연인처럼、自然にたくさんの恋人のように、발장을 끼고 거리를 걷고 있죠。腕を組んで通りを歩いているよという歌詞から始まるんですね。日本語の歌詞にも韓国語の歌詞にも自然に腕を組むという言葉が出てきて、これは同じような様子が綴られています。日本語の歌詞の出だしは二人の距離がすごく縮まった気持ちがしたという言葉から始まるので、もともと友達関係だった二人が恋人に発展したような様子を想像するんですが、韓国語歌詞の方は愛する人に出会った日という表現から始まります。よく韓国ドラマでも
思い返せば出会った時から君に惹かれていたみたいな回想シーンの中での描写ってあるじゃないですか。なのでこの愛する人に出会った日っていう始まり方がですね、個人的に韓国らしさを感じる歌詞のポイントでございます。続いて日本語歌詞の B メロの部分ですね。コンビニでお茶選んで当たり前に分け合って君の胸にくるまれているという歌詞なんですね。私は個人的にこの B メロの歌詞がすごく好きなんですよね。コンビニでお茶を一つ買って分け合うっていうのがね、いいですよね。きっと多分あったかいお茶のペットボトルを買ってると思うんですけれども、10代の頃ってお金もないから恋人に限らず友達ともいろんなものを分け合って食べたんですよね。で、お菓子とかをね、これ一緒に食べようとかで友達との距離が縮まったり仲良くなっていったなと、そんな時代を思い出す歌詞でございます。非常に10代らしい歌詞だなと思うポイントですね。対する韓国語歌詞の方は같은 하늘 아래 있다는 것과同じ空の下にいることと같은 순간들을 느끼는 것도同じ瞬間を感じることも조금씩 서로를 닮아가는 우리죠. 少しずつお互いに似ていく私たちだよ。というわけで、韓国語バージョンはね、コンビニに行かないんですよ。で、私この曲初めて聞いた時に、コンビニ行かないのって一人で突っ込みました。でもこの韓国語の歌詞もすごくいいと思うんですよね。リズムが3連符になってるので、この같은 하늘 아래 같은 순간들っていう2回같은っていう単語を入れることで韻を踏むような構成になっていて、非常にまとまりがいい歌詞だと感じます。ここはちょっとね、日本語と韓国語で違いがあるポイントでございます。そしてサビに行ってみましょう。まず日本語の歌詞ですね。ずっとずっとそばにいて大好きな君を見つめてたい。Snowflakes、 君のぬくもりは冬の贈り物、ほら雪だよ。という歌詞ですよね。いや、懐かしいですよね。すごくいい歌詞だと思います。このサビの出だしの部分、ずっとずっとって2回繰り返すのがいいなと思っていて、念を押す感じというか、クリスマスとか初雪のように特別な時だけじゃなくて、ずっとこの幸せが続くようにという願いが込められているように感じますね。この歌詞を書いた時にカン・ジンファさんは50歳ぐらいだったんじゃないかと思うんですよ。この10代の女の子の気持ちを自然に綴れるっていうのが本当にすごいと思いますよね。で、歌唱面でもこのずっとずっとっていうフレーズは声が出しやすいんですよね。一般的におの母音っていうのは裏声が出しやすいっていうのと、あと裏声に行く前にちっちゃなつがありますよね。ずっとっていうのでね、このちっちゃいつの空白の時間の間に喉の切り替えの準備ができるっていうか、地声から裏声に移る準備の時間もあって、すごい考えられた歌詞だなと思うんですよ。個人的にはとても歌いやすい歌詞だと思います。これはね、日本語ネイティブだからかもしれないんですけれども、そんな工夫も感じる歌詞なんですよね。では韓国語歌詞はどういう内容を歌っているのかという話にね、入っていきます。내겐 너무나 소중하기에、私にはとても大切だから조금 더 함께 하고픈 나의 사랑이죠。もう少し一緒にいたい私の愛だよ。그 아픈 상처도 아물어가요。あの痛い傷も癒えていくよ。그대가 곁에 있기에 자유로운 거죠。君がそばにいるから自由でいられるよ。という内容なんですよ。ぐっと大人びてますよね。아픈 상처도 아물어가요。痛い傷が癒えていくよという表現から、もしかして過去にも恋愛で辛い思いをした経験があるかもしれないなって推察できるので、この歌詞は本当にアラサーとかアラフォーでも共感できそうな内容ですよね。今の私がこの年齢で歌うなら韓国語の歌詞の方が合ってるように思うくらいです。
そして最後のフレーズ、그대가 곁에 있기에 자유로운 거죠。君がいるから自由でいられる。この歌詞もすごくいいですよね。束縛ではなく信頼で結ばれている関係という自立した大人同士の恋愛を想像するような歌詞でございます。10代でこの歌詞を書いたボアさんも本当にすごいと思うんですよ。なんか人間性的にはカンジンファさんとボアさんが逆でもいいぐらいだと思うんですよね。カンジンファさんがこの歌詞を書くんだったら人生経験が生きてる歌詞ですねって思うんですけれども、ボアさんは10代でこの歌詞を書いていらっしゃるということです。若い頃から芸能界の第一線で活躍してきて、もう人間性が成熟してらっしゃったんだろうなっていうのを想像しますね。ちなみに日本語歌詞の2番の B メロにはめげるとこれ聴けよって貸してくれた CD はという歌詞があってですね、このまた CD を貸し借りするっていうのもこの2000年代前半の時代の文化だったので当時を反映していてとても好きな歌詞なんですけれども、この部分は韓国語バージョンでも CD を貸してくれます。コンビニは行かないけれども CD は貸してくれるっていうことでですね、この B メロの歌詞も注目して聴いてみると、歌詞の違いだったり共通点を楽しめる曲だと思います。では曲を聴いてみてください。ボアさんのメリクリの韓国語バージョンをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はピアノだけの伴奏でしっとり歌う感じにしてみました。キーはボアさんの原曲より1キー下げています。昔はね、10代の頃は原曲キーで歌う方が声に合ってたんですが、最近は歌声の低音が強くなってきて一つキーを下げた方が歌いやすくなりましたね。この後頭って声帯が入っている部分なんですけど、後頭って固定されてるわけではなくて筋肉でつられたり支えられたりしてるような構造をしているので、年齢を重ねるとどうしても筋肉って緩んでくるので加齢とともに後頭の位置って下がってくるんですね。で、後頭の位置が下がると声道っていうんですけど、声の通り道が長くなるので、フルートとかね、管楽器を思い浮かべていただくと分かりやすいんですが、長いフルートほど低い音が出るという原理があります。その原理でいくと、一般的に年を取ると声って低くなっていくんですよ。10代の頃は原曲キーだったのに、今回を歌ってみてですね、自分がガチサーであることを実感しましたでも低い声が出るようになったっていうのはまたいいことなので、それを生かして合うキーで歌っていけばいいかなと思っています。この曲は女性曲にしては音域が広くてちょうど2オクターブぐらいあるんですね。ボアさんはさらっと歌ってますけど、上が高いからって言って下げると低いところがめちゃくちゃ低くなるので、結構キーを選ぶのが難しい曲でもありました。そんなわけで今回はメリクリの歌詞を日韓で比較しながらお届けいたしました。日本の曲が韓国でリメイクカバーされているケースっていうのは結構あるので、また今後も機会があれば歌詞比較をやりたいと思っております。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK